立場的にはコスは大丈夫ですよって言えないけど、社長とも話して、でも大工として30年ぐらいやってて、これぐらい大丈夫じゃないんですかっていう助言だから、丸はつけられないけど、これは三角っていう、要は×か三角かっていう話でいいですかね。筋交いはもう独特、これに対するこれの動きだから、風とかね、地震のこれだから、筋交いを補えるものってのは残念ながら補強では存在しない。しないです。建築基準法とか全てにおいてこれを倒れる力を防ぐのはこれ限定です。もう土台から桁までの斜めの部材以外にこれを補える部材は存在しないっていう。もう一点があれです。2x4とかあれでパネル、この面にコンパネル1枚、釘をね、壁補強、そう面で補強か、これ以外にもうない、ゼロです。なるほどなるほど、ゼロか。じゃあただ大工の経験上、まさに言うように上に梁を入れて、あれだったら丈夫にもなるし、もう一点、今度これ家全部の話をしてしまうと、ここ一箇所の話じゃないんですよね、建物って。なんていうの、桁行き、こっちを桁行きって言って、こっちをつま行きって言うんですけど、要はなんていうんですかね、桁行き方向に対してだから、ここ一本がなくても、こことそこで補ってれば、ここ一個がスカスカだからブッブっていうことはないので、全体で見るんです。全体で見るんでね、ちょっとね、平成になってから4分の1には分割しなきゃいけないんですけどね、見方を。ここの4分の1のここで大丈夫ですか、向こうの4分の1で大丈夫ですかっていうふうに見方が。普通にここはいいと思いますよ、何もなくて。で、ここのポイントはこれだけ、梁を支えている。そうそう、梁が支えてるから、これは絶対必要だけど、両端はね。で、まさに今言ったように、できればこの下に105角とか120角を1本抱かしてあげると、いいですけどね。だからせっかくやってここは広く使いたいなら、もう純粋にこの柱1本残しで空間にして、今度立場的にもじゃあここの筋交いはどうするのって言ったら、そこの面と向こうの面で補えば。なるほど。これ多分想像だけど、一番最初はもちろんこれ立った時とか、クロスっていう感覚がないわけですよね。だからもともとでもこっちが先かな、モルタルで下地をやって、その上にジュラクとか漆喰とかの、あるいは繊維壁ってのがあったからね、昔。ジュラク、漆喰、繊維壁のどれかをやってたの。で、住んでる人がもうこれボロボロ崩れてきて汚いからクロスにしちゃいって言って、そこからです。今でも分かれ道がいくパターンもあるんですけど、これは借家さんがだから
なんていうの、一回表面を落として、もう一枚仕上げの何かつるっとしたものを塗って、これもう一枚ね、でそれにつるっとしたからクロス貼ってよって言ってクロス貼ってもらったっていう。なるほど。
す。